モ活時間の記録 Vlog。今回は食玩キットの制作です。衝動仮面ライダー VS から23仮面ライダースーパー1パワーハンド冷熱ハンドバージョンを開封、組み立て、塗装まで一気に見ていきます。仮面ライダー VS は食玩フィギュア衝動の仮面ライダーシリーズです。全高約 100mm のサイズで緻密な造形と高い可動範囲が特徴。手のひらサイズながらシャープな造形と豊富なポージング性能を備えており、コレクション性の高さも人気の理由です。後継シリーズの衝動 X へと発展する礎となった仮面ライダー食玩史を語る上で欠かせない名シリーズです。まずはキットの開封から。封入されているのはボディ、手の交換パーツとスタンド、頭部、マフラーです。オプションパーツである5ハンドでは、この箱はパワーハンドと冷熱ハンドが入っていました。このシリーズではオプションパーツ違いでスーパー1が2種類、5ハンドのどちらのセットが出るかは箱を開けてみないとわからないシークレットでした。組み立てます。まずは両手グーで標準仕様のスーパー1を組み立てたいと思います。手のパーツは左右で接続部の太さが異なるので、管理するときに間違えないように要注意です。赤のマフラーを挟み込む形で頭のパーツをジョイントします。頭部のはめ込みは若干硬い印象。はめ込みには少し慣れが必要です。仮面ライダースーパー1は従来のライダーとは異なって悪の組織によって改造されたのではなく、宇宙開発、惑星開発のために自ら志願して改造人間となったヒーローという設定が特徴です。使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して台座にして自立させることができます。標準仕様の手のパーツ、オプションパーツ2種類が来ても問題なく収納できる数はありました。塗装前、素組みでこのクオリティです。フロントビューからリアビューがこちら。手を開き手に乾燥してポージング。フロントビューからリアビュー。さらにこちらは冷熱ハンドです。両手とも握り拳です。今度は右手にポーズがついているパワーハンドです。塗装に向けミスタースーパークリア艶消しを吹き付け、マットな質感の下地を作っておきます。続いて追加塗装です。このスーパー1は本体はベルト、サイクロードが未塗装箇所であり、あとはディティールの質感アップが必要という成形状態でした。そして手のパーツはスーパーハンドはエンブレム、パワーハンドと冷熱ハンドはそれぞれ色分けが必要な箇所が細かくたくさんあるという状態でした。ベース塗装です。ファレホのモデルカラー、ホワイトグレーという塗料を使いました。追加で色分けする箇所に塗っていきます。一手間ですが、この後の色ののり、塗装効率を考えると重要な工程なので、色分け箇所に漏れなく塗っていきます。下地になって目印になれば十分なので、水で溶いて薄く塗っていきます。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。色分けの1色目は黒です。ゲームカラーのブラック。本体はサイクロードやボディの一部、そしてパワーハンドや冷熱ハンドにも塗装エリアはありました。ファレホで標準的に用いている黒カラーです。ハンドボックスを色分けします。ゲームカラーのゴールドイエローです。濃い色味の黄色。下地の白も効いてしっかり色が乗りました。続いて同じくハンドボックスです。モデルカラーのライトグリーン。明るい緑カラーです。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。続いて青です。モデルカラーのブルー。ファレホの標準的な青カラーで少し濃い色味です。冷熱ハンドの色分け箇所、そして本体のハンドボックスに。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。
一部手の交換パーツにゲームカラーのシルバー、銀色を入れました。ここから赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。パワーハンド、冷熱ハンドのそれぞれ色分け箇所。そしてスーパーハンドにはエンブレムの色分け。本体はベルトのサイクロード、そしてハンドボックス、ヘッドシグナルにも塗装しました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。面積が大きいところは、シタデルカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料紙からラーミアンメディウムという溶剤塗料を使ってムラにならないように薄めながら色を入れました。スーパーワン最大の特徴は、状況に応じて交換できる5種類の特殊ワン部、5ハンドでした。先般製作したスーパーワンにはエレキハンドとレーダーハンドが入っていました。仕上げ工程です。ウォーハンマーカラーのシェード、ナルンオイルを主にメタリック、銀色のディティールに流れ込むように染め塗りしました。陰影が出て質感が高まります。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。2026年春から順次シタデルカラーから名称変更しました。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。色塗り終わったパーツを組み立てます。左腕、右腕と順に手のパーツを取り付けます。一旦両手をグーの形態にしました。腕の位置、向きを微調整して本体は完成です。素組みの際と同じく、使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して台座にして自立させます。標準仕様の手のパーツ、スーパーハンド、オプションパーツ2種類、冷熱ハンドとパワーハンドはそれぞれ色分けができて鮮やかになりました。仮面ライダースーパーワンは1980年から1981年に放送された昭和仮面ライダーシリーズ第7作の主人公ライダーです。変身者は沖和也。これで組み上げ完了です。スーパーハンドでフロントビューからリアビューがこちら。手を開き手の交換パーツに変更してポージング、フロントビューからリアビュー。今度はオプションパーツの冷熱ハンドです。今度は右手にポーズがついているパワーハンドです。回し蹴りのポージングにて。ということで今回は食玩キット製作仮面ライダー VS から23仮面ライダースーパーワン組み立て、そして本体パーツ、手のパーツへの感想を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。